皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。ここ数年、私が住む九州地方では快晴の時霞がなくなり、遠方の景色が鮮明に見える日が多くなったように思います。言うまでもなく、この変化は中国大陸の大気汚染と密接に関係していると考えられます。今回はこの大気汚染に関するお話をします。私が子供の頃、快晴であれば空はいつも澄み渡り、遠くの山がはっきり見えるのは当たり前のことでした。春に霞む日がありましたが、これは黄砂の飛来によると教えられ、これを季節の風物詩の一つとして受け入れてきました。そしていつ頃からか、春でもないのに一年を通して霞む日が見られるようになっていました。しかしここ数年、晴れた日に子供の頃と同じように遠くの景色が鮮明に見えるようになりました。これは大気中を浮遊する微粒子の濃度が低くなっているからです。15年くらい前からこの濃度の指標として PM2.5 という言葉をよく耳にするようになりました。大気中には様々な粒子が含まれています。PM2.5 は大気中を浮遊する粒子のうちで、その大きさが 2.5 ミクロンメーター。1ミクロンメーターは1ミリの1000分の1ですが、それ以下の粒子を指すのに使われています。これらは炭素化合物、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩のほか、ケイ素、ナトリウム、ヒ素などの化合物を含んでいます。粒子径が非常に小さいため、肺の深部まで入り込みやすく、呼吸器系や循環器系の疾患を引き起こす可能性があります。日本の PM2.5 の環境基準は2009年に定められました。そして翌年から全国の多くの地点でその濃度測定が行われるようになりました。PM2.5 に基づく大気環境評価は次の2つの値を使って行われています。一つは年平均値が15マイクログラムパー立方メーター以下であること。もう一つは1日平均値が35マイクログラムパー立方メーター以下であることです。前述のように最近遠くの山が鮮明に見えるようになったことから、 PM2.5 による大気汚染の過去の記録を調べてみました。この最初の図は福岡市の9地点で測定した PM2.5 濃度の年平均値の平成23年から29年までの推移を示したものです。平成28年まで1箇所を除くすべての地点で PM2.5 の年平均値は環境基準を上回っています。環境基準を下回ったのは平成29年になってからです。この年以降のデータが手に入らなかったため断定できませんが、データの減少傾向から現在は良好な環境になっていると推測されます。次の図は福岡市において1日の平均値が35マイクロパー立方メーターを超えた日の発生率を平成23年から29年まで季節別にまとめて示しています。はじめに言えることは、
すべての季節の発生率が毎年減少していることです。次に言えることは、発生が多いのが4月から6月期であることです。この季節、中国大陸からの黄砂の飛来が多いことが一因として考えられます。しかし、この時ですら発生率は年々小さくなり、平成29年には他の季節と同程度になっています。このことから PM2.5 濃度が高い場合、その原因は黄砂以外にあり、他の原因物質が減少したことで福岡市の大気汚染が改善されたものと考えられます。他の原因物質とは何なのでしょう。1990年の終わり頃、私は中国南部の都市を訪問しました。その頃の中国の建物はレンガ造りの倉庫のようなものが多く、決して清潔とは言えないレベルであったため、私は少し我慢しながらホテルに滞在したことを覚えています。一般の人は自家用車を持たず、都市間の移動には汽車を使っていました。約1週間滞在した都市から別の都市へ移動するため、駅のホームに立った時、そばに停止していた汽車の窓から乗客が一斉に顔を出し、高貴な目で私を眺めました。私が中国人でないことを認識したからなのでしょう。私には彼らの顔が電線に列をなして止まるスズメのように見えました。2000年初めに2回目の訪中を行いました。この時、市中はアパートの建設ラッシュに沸いていました。破壊されつつある古いアパートの横に新しい高層アパートが並んだ風景が印象的でした。宿泊施設から新たに建設された近代的な中心街へ2人の中国人とタクシーで行き、帰りにまたタクシーを拾うことになりました。残念ながら外国人専用のタクシーがなかったので、私は中国人が利用するタクシーでも良いと伝え、粗末な小型車に乗り込みました。そこで運転席と客席の間の床面に隙間があり、そこから道路が丸見えになっていることにびっくりしました。排気用パイプの排出口が近くにあり、そこから容赦なく排気ガスが車内へ侵入してきました。このようなガスは有毒な窒素酸化物や硫黄酸化物を含むことを知っていたので、私は思わず口を塞いでしまいました。これより中国車は燃焼ガスを未処理のまま排出していることを知りました。この頃も中国ではまだ自家用車を持っている人は少なかったので、日本の空気は澄み切っていたように思います。私が大学に在職していた時、中国からの留学生が私の教員室に数回訪ねてきました。中国での大気汚染の話をしたら、その学生が出身地の近くにある重慶市の学校で起こった話をしてくれました。重慶は中国の代表的な工業都市であり、ずっと大気汚染が深刻な問題になっています。50人を超える子どもが授業を受けていた教室での話です。その日は大気汚染がいつもよりひどく、汚染空気が教室内へ侵入してきたそうです。これにより教壇に立つ先生は、教室の後ろの方にいる子どもの姿をはっきりと見ることができなくなったことが
新聞で報道されたというのです。嘘みたいな話ですが、中国人から直接聞いたことなので本当なのでしょう。日本で国際学会を主催した際、その中に米国で数年間研究生活を送る中国人がいました。九州の北部のある町をエクスカーションで参加者と歩いているとき、私は九州北部の大気が中国からやってくるスモッグでひどく汚染されていることを話しました。するとその中国人は、私がデタラメを言っていると思ったのか、不快な顔をしました。このように中国人の研究者さえ自分の国が隣国に迷惑をかけていることを知らないのです。改善されるはずがありません。福岡での PM2.5 の話に戻りましょう。ロシアに在住の日本人 YouTuber が昨年暮れに中国経由で日本へ帰国する内容の動画を数ヶ月前に公開しました。その中に北京市内をタクシーで走る映像がありました。市内の大気はとてもきれいで青空が見えます。これには中国国内で電気自動車、すなわち EV の利用が増加したことが大きく、これにより福岡の大気汚染が著しく改善されたものと推測されます。環境に優しいと言われてきた EV ですが、これにはいろいろと問題があることが明らかになっています。昨冬、米国、欧州などでは低温下においてバッテリーの重放電性能の著しい低下で多くの車が動かなくなり、深刻な事態となりました。その結果、現在ガソリン車やハイブリッド車への乗り換えが起こっています。中国でも同じような問題が発生し、EV を手放す動きが加速しているようです。しかし、日本における大気汚染問題の点から、私は中国での EV の利用率が低下しないことを願います。ただし、この電気を作るのに、中国では石炭火力発電に大きく依存しています。2018年におけるその割合は 69.7% でした。よって EV の利用継続に加えて、石炭火力発電所での排出ガスの高度処理技術導入を行ってもらいたいですね。とにかく他国に迷惑をかけないようにすることを願っています。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に視聴していただくため、できればいいねボタンも押してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。